ああ、なかなか取れないなこれもな。さあ今日も頑張んでって早く帰るでもこんなの終わらしてよ。しみるんだよもうよ。これ緩めならもう終わりだよ。よしここに取れたぜ。もう一箇所。何してるのあんた。わかんないんだよな、レーシングカーの作り方がさ。どうしたらいいのかね。最速のマシンを作りたい86大好き青年が親父のところに泣きついた。親父は工具の使い方も知らない青年相手にしぶしぶレクチャー開始。そんな軒先レーシングカー工房もエンジンを下ろし、キラピーアキラのワークボックス。次はいよいよ肝心要のボディ補強。御用は何で？何ご用でって、もうこれ着々ところはレーシングカー仕様に進んでるからね。今日何するの？この間エンジンを下ろしたから今度はボディやるっておっさん言ったじゃんよ。ボディ？やってくれるって。どうやってやるか知ってんの？ボディ補強。そんなん知らん、俺の仕事じゃないもん。知らないって言った？ボディ補強するにはとりあえずこれ全部ばらさなきゃダメなんだよ。なんでいいじゃん、このまま配線外して全部取らなきゃいけないの。そうしないとボディ補強できないから。レーシングカーなんない。やれ自分で。冷たい言い方ね、一緒にやろう。自分でやれ。親父曰く先のことも考えず車をばらすのは素人でもできる。よって張り切るアキラ。親の血を引く。よし。よっ。何？ああもうよしなよ。もうちょっと大事に扱ってよ。何をよ。よし。さあハンドル。危ないよお前。なんで？ハンドルってお前かしまって止まってんだからそのままガンって引いたらそのまま顔面バーンチだよ。バーンって感じ。ハンドルバーンって。じゃあどうする？だからナットを少しかけとくのこうやって。ああ、なるほそれどね。でガタ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 ってやればそこで緩むじゃん。そう。今のナットなかったそのままバーン。開いたって感じ。開いた。ついにマシン作りの中でも最も辛い作業、アンダーコート剥がしの番。室内中に貼ってあるこの防音コートの総重量は実に25キロにも及び、レースカー作りには欠かせない作業だ。そして見知らぬ顔が作業していると思えばやっぱりガラス屋さん。小1時間もあればフロントとサイドを外してくれる。これやっちゃったらもう後に引けねえぞ。よし、大丈夫。はい、よし、大丈夫です。バブルス開うか。外れたよガラス。バカ野郎お前何にもやってねえじゃねえかお前。やったよちゃんと。ほら今外したじゃん。これガラスはね素人がやると危ないからきちんとプロに頼まなきゃいけないんだよ。プロに。素人がやると大体割っちゃうんだよ。そうですね。プロに任した方がいいよこれガラスを外すとかっていうのは。控えてらっしゃるでしょ。プロのお兄さんしっかりやってよ。ところで誰？僕の友達の青木くん。あくん？そう。あきくん焼けてるね随分。そして全バラじゃないけどとりあえず補強しちゃいましょ。さあいよいよはい。溶接ボディ補強、はい。そのよりレーシングタイヤがグリップのいいタイヤで走っていくとシャーシの方に歪みが来てしまうからそれをきちんとしてあげる。でポイント的に言うとフロントタイヤとリアタイヤの間だけをきちんと補強してあげれば車の方はどうにかなっていくと。なるほどね。必然的にこういう口の大きい窓みたいなところ、はい。こういうところが一番ねじれが発生しやすい。でこれがスポット純正のスポットが入ってるんだけどもこういうところの間を丸いや全部足してってあげる。はい。これが基本ですね。この横方向に走ってる柱、この周辺も特に重点的にやらなきゃいけない。これをきちんとしてあげることによってフロアのこのねじれを抑えることができるからこのメインフレームこれが一番重要になります、はい、このフレーム自体が、走ってるとこういうふうに実際触れてきちゃうんですよ。上下にね。上下にもちろん左右にこういうふうに開いてきたりもするんで、このフレームをできるだけしっかりしてあげたいっていうので、バックパネルとこの辺の部分をしっかりしてあげるっていうのが一つのポイントですね、はい、ストラットに関して言うと、この車の場合、3分割になってるわけですね。ここで1枚のパネルここで1枚のパネルで、両サイドがついてるっていうことなんですけども基本的にはこのフレームに対してこれをまずしっかり止めてあげる。ですからここの部分とここの部分からこのパネルに対してアッパーをきちんと止めてあげるっていうのでここの部分の強
強度アップ、はい。これをやることが一番ですね。何やってんのよ。ほらほら、スポーツマシンのに塗装を落とさなきゃいけないからさ。よく知ってるじゃん。当たり前だよ。塗料があると溶接乗らないっていうのは知ってた。そう。そう。じゃあこれ使えば。何それ。危ないなそれ。細いベルトが超便利。鉄から何から何でも OK。 これ危ないの。やもう一発で色剥がれるでしょ。何こんなんでもだって普通の人持ってないっつうのこんなの。持ってなきゃ買いなさいよ。これぐらい簡単に言うけどさ、エアツールってさ、便利なんだから。これだけじゃ動かないんだよね。大丈夫だよお前。大工センター行けばこういうコンプレッサー売ってんの。これまた。もうプロ用じゃなくたっていいんだよ。コンパクト2万円ぐらいで売ってんだからさ。あ、そう。ダメだよお前。目にゴミ入るよ。エアーや電動ツールを使うときはこれがないと本当にやばい。これ使わないと。これ使えば。それ使ってあと1周頑張ってよ。どうしたのおっさん。ねえ。どうしたの。ねえ。おじさん。この人や。しかしよお前、なんで俺がこの汚いエンジン送んなきゃいけないんだよ。ビデオオプションお前自分で送れよバカ野郎ったく。アキラもオプションもったくもうどうしようもないよな。なんで止まっちゃったんだろうなこれな。